私美味しいものも食べたいし、学校で友達に会いたい。待って、来週公開の映画は見れないじゃん。こんなのおかしいよ。とはならなかった。人少な。真っ昼間の東京とは思えない。今日18時からだよ。忘れずに来てね。はいはい。チフィーがリマインドできるなんて。こりゃ明日は地球滅亡か。まあそうなんだけど。ねえ、今インタビューされちゃった。明日地球滅亡するけどどうですかって。チフィーも外いるの。どうですかって言われてもね。テレビ的には辛いです。残り少ない時間を家族と大切に過ごしたいと思いますみたいなコメントが欲しいんだろうね。絶対言わんけど。すみません、こんな時に外出ですか？いつ起きてくるかもわかちょっとイらないのに。ンタビューを。ちょっとすみません。地球滅亡しますっていう報道があってから1ヶ月。今日がその日だそうだ。馬鹿げてると最初は思った。だって実感がないのだ。滅びのカウントダウンが進んでも LINE は普通に通じるし、 Twitter はバツ狙いの野獣まで賑やか。先週から授業がなくなってさすがにやばいのかなと思ったけど、ちょっとした夏休みだと思えばなんてことない。最初は暴動とかもあったんだよ。プロパガンダだとか大予言の再来だとか。でもだんだんみんなが現実を受け入れていって、今じゃ東京はこのありさま。今頃家族とか友達とかと過ごしてるんじゃないかな。お別れ会的な。あと普段話さないような人と無駄に LINE する。大丈夫？今までありがとうとか言ってね。んなこと本気で思っちゃいないのに。みんな感動ごっこが大好きなんだ。くったらない。そんな私は友達が少ないので、こうしてぼっちでぶらついてる。もしシフィーに声をかけてもらってなかったらこのまま孤独死するところだった。もう何かをする気力はない。生きるってやつやるかって感じだ。とにかく私は地球が滅亡することに悲しいとかしんどいとかは全然なくて、むしろびっくりした。来ました。ご覧ください。隕石の衝撃波です。滅亡の時は来たのです。いや、撮る必要ある？明日には全部なくなっちゃうのに。さすがにやばいかも。そうだったんだ。私は嬉しいんだ。非日常がドラマチックに散れるんだもの。そうだよ、楽しめばいいじゃん、非常事態を。感動ごっこクソくらインタビューされちゃったっと。続きいいよ。今日はどう過ごされるんですか？クラスメートと集まってソフトボールするので、夜は一家団らん。みんなで過ごして少しでも不安じゃなくなるといいなって。あ、今いいこと言った。ここ絶対使ってね。楽しみだな、ソフトボール。誰か誘い忘れてる人いないかな。あれ、どうしたの、そんなところで。邪魔しちゃった。ロキちゃんって言うんだね。姉がないのね。ここに知り合いもいねえし。滅亡の日に一人なんだね。直球で心をえぐられたのね。泣かないで。大丈夫。ほら、シフィいるから一緒にいよ。ちっちゃいのに大変だよね。あ、うちは17歳なのですけど。同い年？急に態度が。そうだ、今日この後さ、みんなでソフトボールやるの。よかったらロキもどう？いいの？人は多ければ多いほどいいよ。そうじゃなくて、地にこだわりたいのだけど、覚悟はいいの？燃えてる。今日地球が滅ぶ。もちろん悲しいよ。こんな終わり方やだよ。まだまだやりたいことあるし、美味しいもの食べたいし、学校で友達に会いたい。待って、来週公開の映画は見れないじゃん。だから
みんなと一緒に過ごして気を紛らわす。辛いことも分かち合えばワクワクになるって知ってるから。文化祭とか卒業式とか感動ごっこって言われても仕方ない。滅亡するんだから。バットは最短距離で超やる気だね。大雨とか大雪で学校が休みになる。そしたら私はキモいくらいにワクワクした。つまんない人生だからいい日常が嬉しいんだ。それからちょっと不謹慎だけど、台風とか地震の時、学校どころじゃない生活が大変なことになった。食べ物はない、家は出れない、超苦しい状況のはずなのに、こんなことは絶対口にできないけど、ほんのちょっとだけ楽しかった。ドラマの主人公になったみたいで、台風が過ぎて誰もいない夜道を歩いて、倒れた木、明かりの消えたコンビニを見てそう思った。要するにこう言いたいの。地球滅亡も私にとってはワクワクする。地球が滅亡でもしなかったらこんなところには来てない。クラスみんなでスポーツとか正直しんどいじゃん。早く滅亡しちゃってほしい。もう準備はできてるのに。生きるってやつやるか。もう限界だ。よくぞ集まってくれたな、この野郎。どういうテンションだってか今更だけど、なぜにソフトボール。今日はそんなお前らにクレイジーなゲストを紹介だぜ。知らない子だ。ロキっていうの。神になって人間どもを見下すのが夢なの。何言ってんだこお前ら、ロキちゃんのチャンネル登録頼むぜ。いつ。何のこと。お前ら大丈夫？みんな大丈夫？まだ落ちてこ死ぬ。めちゃくちゃテンパってる。大丈夫だから。ほら、ロキちゃんバッティング得意だよね。隕石打ち返しちゃえばいいじゃん。確かに。よっしゃ、素振りして準備するのね。さあみんな、どうせ明日はないんだから超楽しむよ。てい。ごめん。それで済むか。乱闘なのオラ。みんな楽しそうだけどから元気だ。どこかで怖がってる。無理もない。あんなどでかい揺れを食らったら。次のバッターは？それより気になることがある。さっきまで非日常にあんなにワクワクしてたのに、今は違う。この雰囲気。みんなで最後くらいバカ騒ぎしようって空気。やっぱり無理だ。私には感動ごっこに巻き込まないでほしい。なんというか言葉にしづらいけど気持ち悪いんだ。次、バッターレナナ。いや、分かってる。私には失うものがない。固い友情も約束も家族も。うちの敵を撃つの。みんなには失うものがある。だから感動を分かち合えるし、地球滅亡を悲しめる。私はそこに馴染めないし、地球滅亡を B 級映画と区別できない。さっさと滅んでしまえばいいなんて思ってる。もう感動ごっこなんて。あれってついに奇跡が本当だったんです。通り今日に赤の日の海です。ジャイアントインパクトと生き残っちゃった。それとも死後の世界的な。どっちでもいいか。巨大隕石が衝突すると津波とともに粉塵が巻き上がって太陽光が遮られ、気温が急速に冷え込むという、とても生物が過ごせる環境じゃない。人間が運よく、いや運悪く生き残ったとて先は長くは。皮肉なものだ。失うものがない私が生き残って感動ごっこしてたみんなはなんで私なのかな。どうせならドーンと気持ちよく死にたかった。寒いの。あんた生きてて、ロキちゃんだっけ。悪かったね。ほら見て、みんな静かになっちゃったよ。じゃあ私は死ぬ前に散歩でもしてくるから。行っちゃうの。
ちょっと泣かないでよ。寒いじゃん。これ以上寒くしてどうすんの？シフィはシフィだったら。やめてよ。私はシフィとは違う。よくも知らない人に優しくしてる余裕ないっての。じゃあね、暖かくして死になよ。だっさー、あんだけカッコつけてたのに。うっさい。なんぞこれ。滅亡までにやることリスト。出会った人たちにお礼を言う。クラスみんなでソフトボール。 SSR 出るまで全財産課金、テストで初の赤点回避、ラーメン二郎大完食、いきなりステーキは本当にいきなり出てくるのか検証。まだまだあるけど全部いやいや、長すぎだろこれ。全部やるつもりだったの？終わるわけないじゃん。やっぱバカだ、あのアホ毛。なんなのね。私もあんたもどうせもうすぐ死ぬわけじゃん。そして暇じゃん。だったらさ、このリスト代わりにやっちゃおうよ。なんでお前なんかと。私やあんたみたいなのにやられたらシフィがっかりするよ。デッドボールの仕返しにやってやるのね。その意気だ。全部やってからさ、死んでやろうよ。生き残ったのは超絶運が良かった。だってこんな私とロキだけがこの全てが終わった地球で人生を楽しめている。リア充のみんなは瓦礫の下なのに。昔の RPG はラスボスを倒してゲームクリアしてしまうと直前のセーブポイントまで戻されたという。クリア後の世界がプログラムされていないからだ。勇者はラスボスを倒すって目標を果たしたら居場所はない。でも私は勇者じゃない。だからこのプログラムされていない世界で滅亡した地球で思う存分バカをやってやるんだ。この子はそうだな、お供ってことにしておこう。レナナ、大変なの。いきなりステーキがみんな閉店してる。ラーメン二郎もダメか。シフィの死ぬまでにやることリストはできないものばっかだったけど、そのリストにも書いてない。ただ一つのことをやろうと決めた。ねえロキ、もうやることなくなっちゃったね。仕方ないから生きるってやつやろっか。ういっす。ロキのチャンネルでシフィとロキの感動物語をやるらしい。あれ、私ハブられてんじゃん。ツイッターでも2人仲良くやってるし。もういっこ。みんな見てあげてよね。